そして、それから数日。よしおは悩んだ。本気なのだろうか。あの夜はお互い酔っていたわけだし。弾みで言っただけなのかもしれない。真に受けるのは、陽子にはかえって迷惑かもしれない。友達くらいならなってもいい。ちょっと曖昧な。つかみどころのない言葉。よしおにはそう思える。無視した方が面倒がない。しかし、大宮の顔見知りが言っていた。あいつ今、会社中の女たちに村八部扱いされてるらしいよ。陽子は味方が欲しいと思っているのかもしれなかった。もしそうなら、無視されるのは辛いかもしれない。いずれにしても仕事の後、一度夕食にでも誘ってみようか。しかしもし、陽子にそれを迷惑だと思われたら、よしおが辛い。相手になれるはずがない。と思っていても、よしおは陽子に惹かれていた。勤務を終えて事務所を出た。陽子の後を追いかけて、よしおは声をかけた。お疲れ。お疲れ様。と、陽子は笑った。断られるかもしれない。迷惑に思われるかもしれない。そう思うと、切り出す勇気が出てこない。ああ、腹減ったな。と、よしおは言った。うん。どこかで、カツ丼でも。食べていこうかな。うん。行こうかな、ではない。行かないか、と言わなければ。しかし、言えなかった。二人はしばらく、黙って歩いた。そして、よしおは言った。一緒に行く？すると、うん、いいよ、と。陽子が言った。陽子は、断らなかった。よしおは内心、戸惑っていた。断られるかもしれない。ということが、頭にあって。断られなかった場合は、どうするのか、ということを、あまりよく、考えていなかった。誘ってはみたものの、
どんな話をすればいいのだろう。駅の近くに小さなカツ丼屋があった。味は悪くないし、料金も手頃だが、あまり綺麗な店ではない。女性を連れて行くのは、どんなものだろう、とも思ったが、あいにく女性を連れ歩いたことがあまりないよしおには、女性の喜びそうな店というものに縁がない。仕方がなかった。カツ丼を食べながら、はじめは会社の話をした。共通の話題だし、無難だった。仕事は慣れた。通勤は遠くない。電車は混んでない。しかし、それだけでは面白みがないような気がして、違う話もした。好きな食べ物の話。最近見たテレビ番組の話。休みの日はどうしてるのと、陽子が言った。よしおに大した趣味はない。趣味は一つだけだった。よしおは答えた。時々、バイク乗りに行く。へえ、バイク持ってるんだ。うん、250cc の小さいやつ。大型にでも乗っているように。誤解されるのが嫌だったので。よしおは最初に断った。そして、バイクの話になると、よしおは意外と饒舌になれた。自分が持っているバイクのこと。バイクに乗るのが好きなこと。どんな道を走るのか。バイクに乗っていて目にした。美しい風景。私も免許取ってみようかな。陽子がそんなことを言った。それ以来、よしおと陽子は、仕事の後、時たま二人で、食事をするようになった。しかし、よしおは疑問だった。陽子のような女が、自分のような男を、本気で相手にするはずがない。と、よしおは思ってしまう。よしおは、例の噂が気になっていた。陽子と例の課長との間には、やはり不倫という関係があったのだろう、と、よしおは思う。そして陽子は、その辛さを埋め合わせるために、自分と付き合っているのではないか。そんな話はよくあるし、
よしおとしては、今のところ他に考えようもなかった。そしてそれが自分の目の前の真実かもしれない、と思うと、複雑な心境になる。どちらにしても、陽子はよしおに、友達になってもいいよ、と言っただけで、彼女になってくれると、言ったわけではなかった。よしおは、根岸陽子という人間について、誰かに、それとなく聞いてみたかった。新橋にいた頃の陽子の様子は、どうだったのか。しかし、それはできなかった。陽子は会社の噂の的なのだ。今、陽子と同じ職場にいる自分があらぬことを口走ったら何が起きるかわからない。よしおはふと支店長の浜中のことを考えた。浜中はよしおの上司で仕事に厳しい。そしてよしおは浜中には絶対に逆らえない。しかしよしおは浜中を信頼できる人間だと思っていた。そして浜中なら社内の事情に詳しい。状況を冷静に把握できて的確な判断もできる。しかし浜中に陽子の相談をするのはちょっと馬鹿げている。再生リスト7に続きます。